県能登では震度7を観測する地震がありました。最大波3メートルの津波が到達中。あと2分で津波が富山県に一泊来るから、今すぐ逃げてください。まだ地震やん。石川県、富山県では強い揺れに警戒してください。行きましょう。でパソコンと貴重品と倒れてる。 OK、 とりあえずもうじゃあ電気消して行きましょう。一応鍵閉めて、こういう時泥棒入る可能性あるから、今現在、1月1日元旦、で、16時半、今までの地震の中で生きてきた中で、一番揺れが大きかったね。一番怖かったし、長かった、でテレビ見たらとにかく今すぐ逃げてくださいっていうことで、ここも来る可能性があるってことなんで、今家族で出てます。食料もマッシュが住んでるから、一旦山の方行きましょうか。あ、オッケー。なんかすごかったね。なんかめっちゃ今でも恐怖やね。ドキドキしてね。めっちゃ怖い。ちょっと早く落ち着きたいってところがあるな。そうやね。安全なところにとにかく行きましょう。そうだね。引っ越したばっかしたらいいな。そう、しかもお正月やで今日。でも生き残るのが一番重要やから。もう生き残れたら全部かすり傷やから。そうそう。ガソリンスタンドやってるかな、入れときたいな。本当だね。あ、閉まってるわ、正月やから。あ、そっか。まあ半分あるからね。そうだね。あれやけ一応満タンしてきたかったな。で車がやっぱすごい多なったね、急に。お昼にクピミちゃんと出かけたんだけど、その時は全然車いなかったよ。あ、ここもやってないわ。やってない。もうとにかく行けるとこまで行って、そこで待機してちょっと状況見ようか。お、開いてた。開いてた。すごい混んでる。ああ、マジで。ほんまや。ほんまや。すごい。ちょっと入れようか。これも閉まっちゃう可能性あるやろ、こんな。そうだね。富山津波すでに到達3メートルやって。そう。あ、まだ揺れてない。ほんまや。揺れてるな。余震やな。俺たちの住んでるとこも海面してんもんな。そうだね。そう。でもずっと平野やから、富山ってさ、山までせき止めるもんないから来る可能性あるからな。ちょっと怖い。とにかく逃げましょう。後でコンビニも行っとこっか。空いてたろうな。オッケー、上し空いてたから、ここでちょっと必要なもん買いましょうか。そうだね。はい。あ、閉まってる。地震のため営業を中止しております。ダメですね。休みなしで営業してるドラッグストアも地震で営業中止してます。とりあえず高速道路に乗ろうかなと思ってんけど、高速道路も危ないみたいやから。あ、そうなの。日々あれだから。ああ。山の方行くわ。一旦。はい、山ん中なんですけど、平らな場所ありましたんで、ここで緊急停車してちょっと様子見ます。寄っちゃった。山道かな。寄っちゃったみたいで。入った。ちょっと落ち着きたいな、一旦。そうやな。びっくりしたな。最初ちっちゃい揺れが。で、その後、割とすぐに、すっごい大きいのが来て、なかなか終わらんかってんな。あれびっくりしたな。あれまだ続くのっていうのが2、3回ぐらい思って。マッシュとか、L 版とかもグワグワ揺れとって。あ、そうなの。俺外おったやんか。そうやんな。家もね、結構揺れとって、中揺れたやろ。中揺れた。なんか揺れ出して、クピミちゃんは寝とってん。で、だから、クピミちゃんの頭抱えに行ってさ。今までの人生の中で、阪神淡路大震災の時も、俺大阪おってんけど、結構すごかったんけど、朝起きてんけど、それ以上ちゃうかなと思う。怖かった。ほんまに人生初のあんな大きな揺れ。地震速報各局やってて、とにかく逃げてください、逃げてくださいってずっと言ってたから。アナウンサーの人も聞いたことがないぐらい強い言い方というか、それを聞いてほんまに、あ、これは逃げなあかんのやっていう、ああいう言い方をしてくれて逆に助かったみたいな。ほんまにこういうことが起きると何が必要かさ、分かんなくなってパニックになったから、自分の災害対策のできてなさが明らかになった。ほんまにな、玄関に置いとかなあかんな。何にもできてなかった。まあとにかく生きてることによかった。よかった。みんな無事で。ちょっと水とかはね、家からあったやつ持ってきてんけど、でキャンピングカーの中に何々か確認しようか。
この辺が常備している玄米ご飯あったわ。レトルト。これよかったね。結構あるね、いうん。っぱい。であとカップヌードル。うん。あとワンタン。水でおにぎり。作れるおにぎり。あとはレトルトの。あ、これ美味しいんやこれ美味しいやつ。あとまあほうじ茶とコーヒーはあるからまあ2日ぐらいはって感じかな。うんいけそう。怖かったやろ。もう行けるからな。トイレもあるから。猫もかなり怖がって、他のもう2匹は奥の方隠れてるわ。そうやな。見てこれ。猫ちゃん捕まえようとして引っかかれて地味に流血沙汰なっとって。何気キャンピングカーであれやな、放し飼いを初めてやね。こいつは春を好奇心強い。そうやね。元気やな。上行くか。そうやな、バンクベッドがええんちゃう。あ、そうだね。すごい寝たき。キャンピングカーのサブバッテリーの残量は 95%。ほぼ満充であるんで、この電源に関しては安心です。現在の外気温は7度で、中は 19.2 度。今 FF ヒーターつけたんで車内は暖かいです。 FF ヒーターはキャンピングカー専用の暖房なんで1日2リッターぐらいでほとんど電気使わなくてかなりコスパがいい暖房器具になります。テレビこれあるからこれ YouTube にして首身を、落ち着かせようか。あ、そうだね。OK ついた。これでいつものような感じで、落ちてくれたらいいな。そうやね。猫の餌を持ってきてくれたから、これちょっとあげようか。のあったわ。じゃあ一緒に入れようか。せーの。食べた。もし撮影用でいろんな iPhone の固定するやつとかあるから撮りながらリアルタイムでちょっと記録残してるか。そうだね。Twitter とか YouTube で結構大丈夫ですかってコメント来てるから、とりあえず一旦無事っていうのだけ心配してくれてる人いてるから、そうやね。ツイートしとこうか。これちょっとツイート。すごい揺れでしたが、家族全員無事です。津波に備えて、現在高い場所にある駐車場に避難しています。はい。現在8時、地震発生から約4時間。4時間は経ったかな。ちょっと落ち着いたね。なんか、結構山に連れてきてくれたね。ちょっと安心。で、今、ツイッターで様子見てたら、結構各地やっぱり被害あって、ちょっと心配やね。で、あれから地震が何回ぐらいあった ?3、4回あったよね。いやー、そうやね。もうちょっとあったかもね。しかも、震度5レベルのな。5のが何回も。なんか運転してたら分かれへんな。そうやね。走行中は揺れが分かりにくい、すごい。でとりあえず落ち着いてきたし、なんかご飯でも食べましょうか。お湯はね、ケトルあるから、これで、沸くから。すごいね、こういう時キャンピングカーって。そうやな。安心。カップヌードル、このシーフードとチリトマトあんねんけど、どっちがいい？チリトマト食べたことない。あ、チリトマトでいい？これ食べたい。俺もちょっとね、シーフードヌードル食べたかったから。本当？よかった。よかった。ご飯のお皿、洗い物せんでいいよりラップにしとこうか。よっしゃ。これいつもやってるね。こうやったら洗い物せんでいいから。そうなんです。車中泊の時や、こうやったら災害の時はお水使うんでいいから。そうそう。ちょっと汁少なかったけど、できてるわ。美味しそう。はい、じゃあいただきまーす。いただきます。うまっ。うわ、美味しい。やっぱあったかいもの食べれるって幸せやな。あ、そうやね。安心した。ほっとした。ママ。首も車用意してたけど、大丈夫ね。よかった。よかったよかった。びっくりした。初めての車用意やったね。結構山の峠道走ったから、かな、それやと思うわ。汁残ってトイレ用の凝固剤あるから、あれで汁固めて持って帰ってきてよか。なんか3人で混乱してたらさ、前ようやってた移住車中泊を思い出すな。ほんまやな。まさかそれがこんなことになるなんて。でもキャンピングカーがあってほんまよかったわ。トイレない駐車場やけど、ここで凝固剤あるからトイレ用の、マルチルームにラップもあるし。そうだね。
やっぱキャンピングカーの安心感はすごい。今日って帰れんのかな。津波警報まだ出てるっぽいけど。いやー、どうやらな。ちょっとご飯食べたらまたニュース見ようか。うん。美味しい？美味しい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夕方でよかったな。ああ、逆にね、うん、起きてるし、まだお酒も飲んでないし。そう、俺昨日とか飲み出したよ、夜から。めっちゃ飲んでたもんな。なあ。大晦日な。そうそう。で、なんかあの時あったらやばかったで。なんか、俺たちは避難したけど、なんかすごい、なんか残ってるよな。なんかもやっとしたなんか家がなあ、家大丈夫かな、いけるかなとか、近所の人たちとかな。あと結構家の中さ、バーって出てきたからさ、ちゃんと見てないけど、結構火がありそうな感じだったな。なんか、仕事のパソコンモニターをもう倒れてたの見たけどね。そうだね。また帰ってからゆっくり確認しようか。なこれ汁、あ、全部飲んだ。見ていて。でも実際今回短時間でさ、家出たけどさ、全然なんか持っていかれへんかったな。そうやな。何がいるんかなって思って結構焦った。けどね、まあ最低限のものはできたっていうか、これさ、いつも持ってるカバンなんだけどね。いつも外出るときは、これ防災ポーチ入れてるんだ、いつも。そんなん持ってたん？そう。バンドエイドね。乾電池。この乾電池はペンライト用ね。で、これボールペンでしょ。カイロあるでしょ。で、あとなんか笛。埋もれた時とかな。そうそう、ピーって場所分かるし。これビニール袋と、目悪いからメガネ、コンタクト。もうこのメガネもなんかもうぺったんこなってるよ。ケース入れたらさ、入らへんからさ。前のやつってことやな。そうそうそう。こういう使い方いいな。前のメガネって捨てるしかないやんもう。没メガネをここに入れてる。なるほどね。栄養感ってやつね。カロリー高いけど、こんだけちっちゃくて、で、5年間保存できるやつ。これを、いつもの使ってるカバンに入れてたから、これだけは真っ先に手に取れて、で、これプラスあと必要なもんは何やろうっていう考え方ができたから、まあ、よかった。すごいね。俺もそれしようなら。あとは、玄関に災害用の非常食ボックスとか、家族用やつを置いとこうか。お茶飲む？はい、お茶どうぞ。お茶どうぞ。あれ聞いちゃった。やっぱり食後の麦茶やな。感じちゃった。いらんこと言うなって怒っとる。現在夜の10時。もう結構時間経ったね。で、津波警報はまだ解除されてなくて、まだ来るっぽくて、ちょっとまだ家には津波の可能性があるところには行かんほうがいいな。出てる限り帰れない感じがする。でもな、今ツイッター見てたんやけど、山に近いところは土砂崩れが起きるかもって見て。ここ山やだけどな、結構。怖い。そっか、土砂崩れか。こっち側な、結構斜面というか。あ、そうなの？駐車場やねんけど、ここ。結構急なカーブの途中にある駐車場で、ここ雪山やから、雪崩もある可能性あるし、なんか津波も怖いけど、土砂崩れも怖いね。生き埋めになるしな。どこ行ったらいいやろ？わからへん。ちょっと降りる？さすがに斜面横はやめといた方がいいよな。そうやね。ちょっとあとはもう寝る感じになったけど、もう一回ちょっと移動しましょうか。これが正解なんかわからんけど、できることやっていこうか。どこ行ったらいいか分からへんな。じゃあ移動しましょう。はい、平野部まで降りてきました。で、公園の無料の駐車場に止めてます。ここで車中泊させてもらいます。現在夜の11時。もうかなり眠くなってきたね。めっちゃ眠い。別全開して寝る準備しましょうか。はい。すぐ寝たな。寝た。よかった。疲れてないよな。俺たちも歯磨きして寝ようか。今の外気温は、ここは 4.9 度。中は 19.4 度。中は暖かいね。これキャンピングカーの中にパジャマあんねんけど、すぐ動けるように服のままの方がいいな。そうやね。夜中変な余震ないことを祈るだけやな。
ほんまやね。これまたすぐ怖いな。動かなあかんからさやから。今回さ、テレビつけててほんまよかったね。最近やっと工事して見れるようになったもんね。災害の時はほんまテレビ速報が入るからよかったね。もう逃げてくださいっていうのも分かったし。さあ、とりあえず寝ましょうか。はい。おやすみ。おやすみ。はい、おはようございます。現在朝の7時過ぎです。あ、起きた。なんか笑い声聞いて安心したわ。昨日、深夜に1時ぐらいかな、津波の警報解除されて注意報に変わったみたい。あ、みたいやね。地震が夜中に大きいの1個あったんかな。で、あとはもう今もずっと震度2、3は震源地で15分に1回ぐらい続いてるわ。マグニチュード4とか3とか、たまに震度4とかもあるね。余震が続いてる状況やね。富山県で一部断水してる地域があるって、で自分らの住んでるところも断水してるかも、ちょっと家帰って確認せなあかんな、それはな。外やねんけど、さっきから救急車のサイレンがずっと鳴ってて、そうやね。現場に向かってんやろな。食料あるから、それちょっと食べてから車で移動しましょうか。ご飯やねんけど、非常用のお水やお湯でできるおにぎり。これ食べようか。あとはワンタンスープとか、ちょっとあるもんで、いいじゃん。いただきましょう。あとんでおかき、これ食べましょうか。いいじゃん。お水がね、そろそろやばくなってきたかな。一応持ってきてんけど、もう3分の1。これ作っていくねんけど、お湯入れて15分やって、結構長いな。水やったら60分。なんかこんな感じ、パラパラの、具も入ってるわ。乾燥のお米だこれ。しっかり染み込んでよく振ります。怖いね。こんな感じで。これで放置しましょうか。はい。15分かかるし、その間遊んでくるわ。あ、ほんま？ありがとう。やっぱ広いキャンピングカーといえども、ずっとな、ここにおったら、お散歩しようか。カニ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 パパ、あっち行こうか。早いな。戻ろうか。そうそう、ご飯できてるかな。さあ、うまくできるかな。これ切り取ってできてる。わあ、おにぎりすごい三角。これは嬉しいね。ね、ちょっと遊びすぎて伸びちゃったけど、ちょっとお水もな少なかったん、そもそも。あ、そうなんや。な、これ朝ごはんいただきましょうか。はい、はい、いただきます。美味しい。美味しい。なんかありがたみ感じるね。あれは前なんかな。この非常食。これも普通にお米やしな。美味しいな。これいっぱいあってもいいかもしれん。ほんまやね。家帰ったら備えようか。なんかコンビニとかさ、ドラッグストアって開いてるかな。昨日閉まってたやんか。昨日ね、地震の影響もあるし、そもそもお正月やからやってないっていうのもあるし。そうそう。昨日のところは365日営業のとこやったけど閉まっててな、地震の影響で。地震の影響でね。でももう、そらよう考えたらそうだわ。店員さんだって生活があるし、避難しないと。だから日頃から備えないとダメだね。もう当たり前のことやけど、すごい身に染みたな。で、分かってたつもりやったけど、全然できてなかったなって、浅はかやったなっていうのがすごい分かった。身に染みた。はい、おかき、いいよ、食べて。美味しい？おかきジャンプ出たね。あ、揺れたね、今は完全に。なんか、風かなって思ったけど、多分また。結構揺れたね。ちょっと情報見ようか。ちょっと見てみる。北は10時17分、地震がありました。最大震度5弱やって。これでまた津波情報チェックしようか。あ、そうやね。出るかもしれんね。ね、出るかもやし。とりあえず、ごちそうさましようか。はい。はい。ごちそうさまでした。また5弱のさ、強めのやつ来たから、強い地震来たらまた津波っていうセットになるから、この情報ちょっと常に入れるようにしといて、で、
とお腹も空いたしさ、うんなんかこんだけやったらやっぱりちょっと買いだめしたきたいな。そうだね。空いてるお店探しに行こっか。そうやな。富山県のちょっと状況周りももうちょっと街の方も見て、うんうん解除されたら一回家見に行きたいんだけど。そうだね。幸いなんかネットは繋がるからよかったね。そうやな。情報はないくらでも見れるから。ちょっと片付けして、うん出発準備しようか。はい。はい、で今1月2日の午前11時ぐらい、はい。問題なく道路は走れてます。そうやね。なんかいつも通りって感じやね、ここは。これまだ山川やから、うん一回市街地の方、戻ってみてちょっと様子見ましょうか。はい、今富山県の市街地の方に来ました。道路は問題ないです。OK、ちょっと一安心したね。なんかそうやね。うんもうね、大丈夫そうな気がする。一旦ちょっとお昼しましょうか。コンビニな寄って見てたんやけど、全部なかったわ。ああ、もう届かないんだ。こんな時代なんだよな。すごいね。コンビニ焼いてても食べ物がないっていう。やっぱり車内で非常食置いとくっていうのは大事やな。ね、なんかさっき見てたら、うん。もう津波警報解除されたみたい。あ、マジで？そう、津波警報が津波注意報になって、でさっきもうそれも解除されたみたい。オッケーオッケー。もう津波の危険性はなくなったみたいやから、もう家に帰っても。オッケー。帰りましょうか。で帰って様子見て、でまた余震大きくなったら、すぐ出れるようにだけしといて、大体家行きましょう。帰ろう。帰ってきたね。N 版無事やね。無事。めちゃくちゃ揺れてたけどグワングワンなってたけど。パッと見はなんかいけそうな感じやね。インディも無事そう。よかった。なんかもう、出てきたそのままの瞬間でラグ干したままで。これ脚立は。あ、これね、俺倒していって危ないかと思って。ああ、なるほど。この脚立で俺ちょうど防犯カメラとかな照明を家につけておったんな。ああ、そうなんや。でその時降りた時にちょうど地震やったからよかった。これ思ってたら危なかったかも。これ灯籠。これ上のやつが落ちたんだ。これが不安が入れとって。灯籠っていうのはもう撤去してもいいかもしれんね。ほんまやな。家の中普通いつも通りやね。そうやね。あ、ここなんかすごい白いものが。何これ。これ壁？ポロポロちょっと落ちたんじゃない？上から。あ、この天井のそうそうそう。白い壁かな。なんかちょっと剥がれ落ちた的な。落ちてるっぽいな。パッと見家はいけそうやね。あ、このさ、あ、これ最近買った防犯カメラ、これ映ってるんちゃう？
ぱり防犯カメラで見たら、想像以上に入れとったな。すごい入れてるかもしれないしね。ちょっと他にも家の破損ないか、ちょっと調べて、車内の荷物取りに行こうか。なんかちょっと、家帰ってきたらやっぱ落ち着くな。そうやな。やっぱ安心する。もうほんま昨日はもうめちゃくちゃテンパったわ。なあ、死ぬかもってほんまに思ったし、初めて。なんか、どうしたらいいんやろって、パニック。思った。最初に大きいの来たけど、その大きいの来た後に、さらに特大が来たっていう。それで、しかも1分近く続いたから、もうお手上げ状態が続いた状態やな。ちょっとこの世の終わり感が、警報とかの音も相まって、外はそんな感じやったわ、俺にとって。中どうやった？中はね、くぴみちゃんはリビングでお昼寝しとって、で揺れ出したから、もうなんか頭こうやってさ、守りに行ってさ、で終わらへんなと思って、で一応記録として動画だけ撮っといてさ、こうやって撮ってたの。自然にスマホ撮っちゃうのがもう完全に職業病になっちゃった。ちゃんと横で撮ってたからね。そう縦じゃないんだよ。動画で使えるようにっていうな。そう。で、揺れが収まったら、クッキーさんが中来てくれて、で、テレビ見てみようってなって、アナウンサーの人が、めっちゃ強い口調で、津波です。逃げてください。東日本大震災を思い出してくださいって言われて、その一言がすごい印象的で。とにかく逃げてくださいって言ってたよ。もう、海の近くの人とか、その平野部も入ってくる可能性があるから、とにかく逃げてくださいって言って、それ見て逃げようと思ったよな。で、ここは平地やねんけど、その、海抜もそんな高くないやんか。海から。その、すぐ真横じゃないけど、もうその、自分の住んでる市は海に面したりとかしてるから、だから移住してまだ1ヶ月ちょっとやんか。何しろ土地勘がないっていうのがちょっと今回の不安の要素の大きかったっていう感じやな。1年間ぐらい住んだ後やったら、高台行けるなとかいろいろあると思うんだけど、それがなかったのがちょっと今回、さらになんか、俺たちの不安要素でもあったなっていう感じやな。溜まってた雪が溶けた後に、この地震やったからすぐ車も出せたけど、だから雪降ったらすぐ除雪しとかなあかんなとは思った。一回どか雪降ったやんか、その時も融雪装置が、うまく働けへんかってな、設定ができてなかった。で、雪溶けてなくって、で、周りの家みんな除雪してたけど、俺らのとこだけ積もっててな、ちょっと恥ずかしかったな。ちょっとなんかやり方もわからんかったから。で、その後、頑張って除雪してんの。で、それをもっと早くせなあかんな。そうやな。スノーダンプ買ってないろいろな、やったけど。あとあれやね、結構大事だったのが、キャンピングカーがあったから、ある程度揃ってたけど、やっぱり玄関にちゃんと防災リュック、食料とかもたくさん入ったやつを、やっぱり置いといた方がいいなと思った。そういうのやった方がいいっていう知ってたし、分かってたんやけど、いつかやろうと思ったままやってなくて、ほんまにもうすぐやろうと思った。痛感したね、今回。あと食料が意外と、キャンピングカーの中にもあると思ってんけど、意外と1泊2日したら結構もう、なくなってきたなっていうのがあって、あ、これも結構たくさんいんねんなと思った。食料。どっかでやっぱコンビニとか、ドラッグストアで買ったらいいやんと思うねんけど、閉まってんねんな、これは。なんかどっかで買おうとか他人に頼るんじゃなくて、自分たちでやっぱり。そうだね。そういうリュックを作っとこう。今まで車中泊たくさんしてきたけど、災害での実際の車中泊って初めてやったよ。初めてやったね。どうやった？まあやっぱり何回もしてきて慣れてるからさ、全然なんか避難してるっていう感覚が薄れたとこはある。くぴみちゃんも何回もしてて慣れてるから多分、怖くなかったと思う。トイレもあるし、食料も積んでたし、布団があったのがすごく良かった。これもだから本当に移住のこの家探す車中泊旅してたやんか。26日間車中泊してたから、もうそれの成果が出たというか、すぐにできる状態やったから、それは良かったね。普通の車やったらやっぱり足伸ばして3人で寝るのって難しいけど、これキャンピングカーやったらもう普通に足伸ばして寝れたから。そう、それがすごい。寝れるし、トイレもできて、ご飯も食べれて、なんか避難所ごと移動してるような安心感というか、なんか今までキャンピングカー乗って楽しいっていうだけやったけど、今回は本当にありがたいっていう感情があった。トイレ付きに俺めちゃくちゃこだわっててんな。というのは、その、トイレなかったら結局、綺麗なトイレがある場所しか家族で車中泊できへんねんな。キャンピングカーの可能性を広げるから、防災用で使うやったらやっぱりトイレ付き、次もし探し人おったら、おすすめしたいかなっていう、トイレ付き。その他の人にトイレ貸したりも、そういうこともできるし。立ち往生の時とかな。そうそうそう。だからトイレ付きを本当に、今までキャンペーンがいっぱい乗ってきて選んできて、実際やってよかったなっていうポイントやったな、俺の。
そういえば、モバイルバッテリーは持ってきてなくてさ、忘れちゃったなそう。でもここで充電できたから、すごい良かった、携帯。うまいな。うん。電気は結構、ソーラーパネルもあるから、うんまあ、晴れとったら無限に作れるからね。うんうんうん。で、走ったら、また充電されるから、情報はすべてスマホからうんやったから、うん。携帯の充電は本当に大事うん。と思った。もう寝ちゃったね。出ちゃった。でも疲れた。今から家掃除しようか。うんで、また余震に備えて、防災リュック作って、そうやね。ちょっとゆっくりしましょう。